リタオです。今回はハンマーを担いだ幼女、デカヌちゃんの紹介です。はい、どうも。8分でわかるデカヌちゃんのすべて。はい、旧世代に登場したミミッキュ絶対叩き潰すガールです。めっちゃ可愛い見た目ですが、壊れ技のデカハンマーを持っていてタイプも優秀。鋼フェアリーって弱点2つなのに11タイプ半減以下にできるので、まあそんなこと絶対ありえないと思うんですけど、もし攻撃時速値170で攻撃ランク1段階上げられる特性のポケモンとかこのタイプ持ったら環境が終わっちゃうくらい優秀なタイプです。で、そんなこともあってか、デカヌちゃんの攻撃時速値はめっちゃ低くて、この後ダメージ計算とかも紹介しますけど、時速値75は普通はアタッカーにできないくらいの時速値です。火力はデカハンマーで支えられています。ただデカヌちゃんは補助技豊富なので、補助中心で立ち回るのもあり、というかそっちのがメジャーかなという感じです。はい、ここから詳しく説明していきます。まず特性。3つありますけど、基本型破りだと思います。特性の影響を受けないっていう特性ですけど、デカノちゃんの場合だとほとんどミミッキュの化けの皮を無視してデカハンマーで倒すっていうためだけの搭載になるんですけど、他の特性も強くないのでミミッキュキラーとしての役割を果たすために型破りでしょう。化けの皮以外だと一応海竜のマルチスケールを無視できたり、天然持ち相手にも剣の前で攻撃を上げることができたりします。威嚇持ちがめっちゃ増えてきたりしたら、それを防ぐためにマイペースもあり得るかもしれないです。マイペースは昔混乱しないっていうだけの特性だったんですけど、8世代から威嚇を防げるようになっています。あと悪い手草殴られると持ち物を奪うっていう特性ですけど、デカハンマーが2回連続で打てないので、後からも出てきますけど、こらえるとかと相性が良いので、こらえて木の実を発動させつつ、悪い手癖で持ち物を奪うっていうトリッキーな動きもできます。素早さ関係です。デカナちゃん素早さ数値94で、今の環境だと速い方だと思います。ただミミッキュよりは遅いので、ミミッキュに対して交代で後出しするときには交代した後に相手から上から殴られる可能性が高いです。上から殴られても耐久的には大丈夫ですけどね。で、どのぐらいの素早さにするのがいいのかっていうと、このヨザル抜きか、セグレーブ抜きか、ターフボン抜きか、結構いろいろ振り方ありそう。ほんのちょっと耐久に回しても仕方ないって思う人は最速でもいいと思います。火力が欲しい場合は意地っ張りとかで素早さに正確補正かけられなくなるので、その時は素早さ全振りするのがおすすめで、最速キャラドスと同速、最速回流より1速くなります。調整するなら正確補正なし、努力値252振りの3本を抜けるようにするとか、遅くても最速キノガスは抜かしておきたい。ちなみに素早さの振りでも最速マリルイを抜くことはできます。技、なんといってもデカハンマー。デカヌちゃんの専用技で、威力は破壊光線を超える160。2回連続で出すことはできないですけど、このレベルの威力を出せる技としてはデメリットはかなり少ないです。ただこだわり系のアイテムを持たせると、1回殴ったら次交代か悪あがきしかできなくなっちゃうので、そこは注意ですね。で、攻撃種族値75のポケモンが威力160の技を打つと、どれくらいの火力かって想像しづらいと思うんですけど、これざっくりガブリアスの激鱗と地震の間ぐらいの火力って覚えておくとイメージがつかみやすいです。こう言うとあんまり火力高くないって思うかもしれないんですけど、メタグラスのコメットパンチよりは火力が出るので、鋼の物理技としては最高レベルの火力が出ています。役割対象で考えるとミミッキュは当然確定一発ですし、セグレブの耐久無振りなら確定で倒せます。あとデカヌちゃん、キノガッサ対策のポケモンになれるのもポイントで、デコ玉下は耐久無振りのキノガッサを一発で落とすことができます。ただデカハンマー以外の技を使わせるとやっぱり火力が足りなくて、タイプ1のジャレツクでも火力は低め。サザンドラ相手に4倍弱点をつけばさすがに一発で倒せますけど、ガブリアスに弱点ついても一発では倒せないです。他の攻撃技の候補だと、危険下にの専用技だったアイスハンマーがデカヌちゃんにも配られてますね。アームハンマーの氷版で、自分の素早さが下がる攻力の氷技です。型破りでマルチスケールを貫通できるので、耐久無振りの回流を一発で倒すことができます。ストーンエッジや岩なだれはウルガモス対策になりますね。どちらでもウルガモスを一発で倒すことができます。この辺りの技を4倍弱点つければなんとかっていう感じで、2倍だとちょっと火力が物足りないっていう感じです。ここからは追加効果が強い技とか補助技の紹介です。で、カーマーを打てないタイミングで他の攻撃技使っても大した威力が出ないので、追加効果のある技を使った方がいいことが多いんですよね。有効な技を調べたらめっちゃあったのでサクサクいきます。持ち物を落とせる叩き落とすは優秀。先制技で相手をひるませる猫騙しは気合の助け潰しに使えますね。地ならしは素早さ下げることができるので、デカハンマーじゃないターンに素早さ下げて有利を取ったりできて便利。素早さ下げる技だと他にも岩石封じとか虫タイプの飛びつくって技を覚えるんですけど、鋼技のデカハンマーの補完としては地ならしが使いやすいと思います。汎用類一撃は剣立ての鎧の鼓動で追加された技で、そんなに使われてないと思うんですけど、特攻を落とせるのは普通に使えます。今作はあざましんです。攻撃種族値低いこの子にとっては、相手を攻撃力で殴っていけるイカ様を覚えるのはありがたい。あとは先制技のフェイントとか壁を壊せる瓦割れも候補にはなります。
あと特殊技大して覚えないので、基本的には特殊型は厳しいと思うんですけど、徹底抗戦は自分のヒットポイントを減らせるので実質退場技として使えます。リフレクター光の壁とかを使った後に退場みたいな感じです。ここから補助技、ステルスロックを覚えるのはめっちゃ優秀で、気合を足す気やマルチスケールを潰すのに使えます。ミミッキュって基本的に相手の電抜きをストップするために入れられるっていうのが多いと思うんですけど、デカノちゃんは相手にミミッキュを選出させない圧力が強くて、しかもステルスロックで全抜きするための環境を作れるので、起点役としても優秀です。あとは電磁波で麻痺を巻いたりアンコールで相手の行動を縛ることもできます。剣の場合は相手がデカハンマーか猫魂を読んで交換してくるタイミングで使って足りない火力を補うとかの運用ができます。リフレクター光の壁の両壁を張ることもできて、あと隙を作る可能性はあるんですけど、デカハンマーを打てないターンを守るとかこらえるでしのぐのもあります。テラスターの候補。何も考えずに強いのは鋼で、デカハンマー以外どうせ火力が出ないので、デカハンマーの火力を上げられる鋼は無難だと思います。あとはサブウェポンの火力上げみたいな感じでパッと浮かぶのはフェアリーですけど、テラスタル切っても火力微妙で技範囲も広がらないので正直微妙かなと。それだったら炎でデカハンマー受けに来た鋼タイプの打点にした方がいいかなって思います。あとは水で弱点の炎を消しつつ相手の弱点をついたり、飛行で地面技をかわしたり、炎対策で岩技の威力を上げてっていうのもあり得ると思います。耐久面、特殊方面は耐久無不意でもそこそこ硬くて、弱点使えてもタイプ不一だったら一発は耐えますし、ラウドモアのフレアソングぐらいだったらタイプ1でも耐えることができます。物理方面は柔らかいので、高火力ポケモンに弱点使われるとタイプ不一でも厳しくなってきますね。ただ役割対象のミミッキュ君はシャドウクロウ打たれても余裕で耐えるので、交代で繰り出して1回、ミミッキュが先制してもう1回攻撃をされても耐えて、返しのデカハンマーで脅すことができます。もちろん、ラムの実がかなり使われているっていう噂で、キノガッサとか鬼火持ちかもしれないミミッキュ相手に安定して交代するために使われてるんだと思います。キノガッサ対策を重く見るなら、防塵ゴーグルもあるかと思います。あと命のターンを持たせれば、デカハンマーを打たないターンの他の技もそれなりの威力を出すことができます。耐久下げずにサブウェポンの火力アップ狙うなら達人の帯もありです。デカハンマーだけの威力を上げるならメタルコートもいいと思います。あとは確実にステルスロック巻くとかの仕事をするために気合の助けとか、アタッカーで使うとデカハンマーで殴って引っ込めてまた繰り出してっていう感じで交代が増えるので、そういったサイクル戦で耐久キープするためにオモンの実も使えると思います。意表をつくならデカハンマーと相性のいいコラールとセットでカムラの実とかチーラの実で能力を上げるのも面白いです。ちなみにこだわり鉢巻きとかのこだわり系はデカハンマー打って逃げることに特化するときはあり得ると思うんですけど、基本的には連続で技が打てないデカハンマーとは相性悪いと言われています。まとめるとこんな感じ。特性型破りでドルクチは攻撃スパイサベースがオーソドックス。持ち物はラム、命の玉とか色々あり得る。技はとりあえずデカハンマーが普通は確定で、あとはアタッカー起点作りと分けてますけど、どっちかだけを使うっていう必要もないので、パーティーに合わせて両方混ぜながら技を選んでいけば良いかと思います。一番有名なのはデカハンマー、猫魂、ステルスロック、叩き落とすでラムを持たせる方なのかな。ミミッキュ、キノガッサ絶対許さないみたいな役割を持たせると使いやすいんだと思います。はい、だいたい8分。さあ、対戦の方やっていきましょう。今回使っていくのはアタッカーベースでステルスロックを負ける方ですね。基本ステルスロック負ければしようとしたことになるんですけど、プラスアルファの役割として誘うラードモーンとかにストーンエッジで返り討ちすることを狙っています。で、テラスタイプは今ですけど、この辺りは本当環境に応じて選んでくださいっていう感じですね。素早さセグレーブ抜きです。で、お相手はウルガモスくんいる。ウルガモスくんストーンエッジ消さしたいな。ザ・シアーンくん出して、で、あとは誰にしようかな。カイリーくんがめっちゃ強いので、とりあえず出していきたい。ドドゲザンくんとかのことを思うと、いやでもとりあえずカバヌちゃん刺さってるな。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。お相手はウルガモスから来る。ウルガモスから来てしまう。いやー、それは面白いですね。この対面お相手何してくるのかな。超の舞してきそうな気がするんですけど、とりあえずもうストーンエッジを打っていきましょう。炎の舞かもしれない。ストーンエッジ当てていく。いや、これが気持ちよい。これ結構決まるんですよね。ウルガモスデカヌちゃんにめっちゃ出てくるので、剣の前からラウドボーン撃破っていうのも狙ってるんですけど、で、ヘイラッシャーが出てくると。で、とりあえずステルスロック巻いていきましょう。ステルスロック巻いて1匹倒しても、デカヌちゃん大活躍。アクアブレイク。こ
これはあまり火力を振ってないタイプかな。じゃあ海流くん出していきましょうかね。コウさんが選ばれました。対戦よろしくお願いします。さすがにもう一戦やっていきましょう。せっかくなんでちょっと技とか変えてきてます。めっちゃコール技欲しくなるシーンが多かったのでアイスハンマーを持ってきました。この辺環境に合わせてカスタマイズしやすいのもデカナちゃんいいとこですね。で、マスカーニャくん。さあ、今回、猫だまし持ってきてるんですよね。猫だましが全然警戒されていないってことが分かってきたので、猫だましを打っていきましょう。猫だまし、これで気合いと助けのケアは完璧。今回カバルドンこっちにいるのでマスカーニャ先発で出てきやすいですよね。それに強いのはこっちのデカヌちゃん。先発によく使われるポケモンだと他にもオーランゲとかにも強いのが優秀。挑発されてそのまま撃破っていうのもありますし。で、デカハンマーの方が火力が出るのでデカハンマーでいいかな。交代はなし。叩き落とすなら大して痛くなくて、気合の助けを叩き落とした。こちらはデカハンマーでよっこいしょと。よしよしよし。完璧じゃないですか。環境にもよると思うんですけど、デカナちゃんステルスロック要因プラスアルファっていうのが使いやすいなっていうふうに思ってますね。オーロンゲにも強いのがほんと優秀。ステルスロック巻いて退場ってなっちゃうこともあるので、動画的には地味なんですけど、ちゃんとステルスロック負けてもう一仕事できることが多いのもいいですね。今回もステルスロック巻いてこれで大丈夫かな。多分自信だと思うんですけど、自信はさすがにこの体力だと耐えませんと。で、デカナちゃんは倒れたとお疲れ様でした。さあ、ここは誰から行こうかな。海流くん出していきましょう。今回この海流防御特化の食べ残し方、ステロを生かしてドラゴンテールで相手を消耗させていく方です。フェアリーテラストルでめっちゃ強い。時間かかるので動画向きじゃないんですけどね。ドラゴンテールから打ちましょうか。あくび。ドラゴンテール外すのに定評のある海流くん、今度当てていく。結構いいダメージ入りますね。これだと次うまく合わせれば一瞬で落ちる気がする。海流くん出してくる。海流くんマルチスケールでヒットポイント満タンの時はダメージ半減なんですけど、ステルスロックが役に立ってる。ただ性質ちょっとまずいかもで、ノトムくん出していきましょう。海流くん引っ込め。そのまま殴ってくるのを警戒した感じですね。こっちとしてはそのまま殴られるときつかったですけど、相手としても海流落とされるとだいぶきつそうなんで、ただこちらは海流眠らせるわけにいかなかったので、うまく噛み合いましたっていうところで、いやでもここトリックか。トリック決めていく感じですかね。いやでもテラバーストで困ることあるかな。テラバーストで落としていって後ろ海流でしょ。なんとかなるんじゃないかな。こだわりメガネテラバーストなんで効果抜群で、さすがに落とせそうな気がする。ここでタイプ変えてくる意味空いてないのでタイプ変えてこないと思う。で、今回ロトモくん最速なんですよ。なので海流よりも上は取ってると思うので、テラバースト、よしよしよし、ドーくん撃破。いい感じですね。アイスハンマー役割なかったですけど、やっぱり海流くんとか、あとガブリアスが先発で来ることが多くて、ガブリアス最近素早さ落としてるので、上取れることも多くって、アイスハンマー結構使えると思ったんですよね。ここはこだわりメガネなんでテラバースト打っていきますけど、お相手タイプ変えてくるのは間違いない。何に変えてくるかな。ノーマルかな。炎海流。炎海流か。炎海流は珍しいな。こちらの海流くんの地面が抜群になるけど、ただテラバーストが落とせなくなる。竜の舞。
竜の舞してくる。いやでもいくら竜の舞してきてもこっちの海竜は HB 特化なのでなかなか落とせはしないと思う。テラバースト打っていきましょう。ここで殴ってきましたね。炎のパンチ。いや、ノトもいい活躍でした。じゃあここは海竜殴っていきましょう。地震でいいですかね。さすがに地震で落とせると思う。激輪。いや、ただ今回の海竜は防御特化。すごく硬い、頼れる子。デカメちゃんのステルスロックも役に立ってましたね。起点作りもできて、デカハンマーでパワーも出せる子みたいな感じだと思います。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。